皆さん、こんにちは。今年、おそらくというか今年、間違った。皆さん、こんにちは。今年最後の動画になりますが、今日はまたジャーナリングをしていこうと思っています。ジャーナリングのデザインをまた作ってみたんですけど、2025年の振り返りジャーナリングを行っていこうと思います。イエーイ。一応お見せしますね。ちょっと待ってください。じゃじゃん。こんな感じで作ってみたんですけど、ジャーナリングリフレクションということで、まず2025年の私が立てた目標を振り返っていこうと思うんですけど、2025年はいはい。ちょっと待って、忘れてるじゃん。目標忘れちゃダメよ。待ってくださいね。もうこれはでもさ、私今年、ちょっとごめんなさい。今年ね、もう韓国のビザが出て韓国に行ってる予定だったから、もう今頃なんて、もう8月、夏には出るんじゃないかって当初思ってて、4月に契約しに行って、だからこのジャーナリングとかしてた頃は、契約前ではあったけど、契約しますっていう話にはなってて、そうね。私の2025年の目標は韓国に行く、この時まだ YouTube 動画では多分言ってなかったけども、自分の中では韓国に行って、その時何するかみたいなことをすごい考えてた目標だったので、ちょっと、これはもうしょうがないなっていう感じですね。韓国、かわいそうなんか。すごいなんか、この頃の気持ちをすごい思い出した。韓国拠点を作る。韓国でオーディション受ける。また演技動画アップするしてないね。してないわ。演技動画アップしてない。しなやかな体づくり。じゃあちょっと目標を思い出してみますね。ここに書くかわかんない。もうなんせ目標がすごい韓国で生活してるバージョンの目標なので、日本でその中でもできたことがあるので、そこのあたりを、だから半年の時にジャーナリングした時はパーセンテージで見てたんですよね。何%ぐらい達成できてるみたいな風にやったんですけど、もう今そんなのも意味ないからやらずに、目標の振り返りから感情面、自分の成長面とか何ができたかっていうところにフォーカスをしていくジャーナリングをしていこうと思います。なので今回のジャーナリングの項目は、2025年の目標を今振り返ったのと、その上でじゃあなんかパートを分けてて、みたいな感じで、自分の内面とか自分が成長できた部分にフォーカスしたジャーナリングを今回はせっかくなのでやっていこうと思います。はい、じゃあまず書いていくところまだ何も書いてないので、一旦書き始めようかなと思います。今回ちょっと本当に時間がなくていろいろ今やってて、本当に隙間時間にこういうのやってる。もう本当に早く表現だけで食べていけるように頑張ります。私みたいにザ・厄年みたいな1年を生きた方はいらっしゃいますか？一通り本当に全てのジャンルにおいて、もうこの YouTube で言ってないことも含めると結構な1年を過ごしました。はい。こんな厄年を忠実に厄年として生きている人間がいるんだって自分でもびっくりするぐらい、しっかり厄年させていただきました。みんなはどうでしたか？
しかもね、皆さん厄年もう終わるじゃんって、もう2025年終わるじゃんと思ってくださった方いると思うんですけど、厄年なんと3年続きます。前役、翻訳、後役というのがございまして、私翻訳を生きてるんですね、今。だから後役が待っております。で、30歳の時女は2回来るんですよ。でも私1回目は終わってて、今2回目の厄年を迎えてるんですけど、もうこんな大変な1年過ごさなきゃいけなかった。本当に笑い。全部書き終わりました。イエーイ。内面にフォーカスした感じの内容になりまして、全部ちょっといっぱい項目があってですね、皆さんまた貼っとくので、興味ある方はぜひ一緒にやってもらえたらと思うんですけど、今年の新しい挑戦で一番私の中で大きいのは、今年っていうか去年もちょっとがやったのかな、ダンスと歌に挑戦したことがやっぱり今年は私の中で大きいのと、ヨガの資格を2個取ったことですかね。ダンスと歌は本当に前も言ったけど、コンプレックスっていうかもう自分の中で苦手だけどやりたいことの一つだったので、一つ二つ二つやりたいことだったので、挑戦してなんかその恐怖心みたいなのがなくなったっていうのと、恐怖心どころか本当に楽しいんですね。それが本当に一番の良かったことです。で、ヨガの資格はギリギリだったけど無事取れて、で今正直私まだなんか自分の日々の8月から実はちょっと体調崩してたりとかもしたので、貧血気味だったんですよね。でなんかそういう体の変化とかにも敏感になったし、そういう時に自分が必要としているものが何なのか、体がどういうものを良くしてて今こうなってんのかみたいなのを考えてケアできるようになってきたかなって思うので、ヨガの資格は取っといてよかったです。なんか嫌な予感がしたんですよね。なんて言うんだろう、このまま海外で活動するってなると本当にいろんなことが起こるから、今の自分じゃ太刀打ちできないじゃないけど、絶対倒れる時、心がやられる時が来るだろうから、何かそんな自分を強くいられる、整えられる、なんか武器みたいなものが欲しかったんです、ずっと。ヨガ始めて、あなた正解だよ。本当に良かったです。ヨガやってなかったらちょっと、もっと落ち込んでたかもしれないですけど、今に集中するとか、呼吸をするとか、小さなことなんですけど、全然変わるから、本当に私はやってよかったし、合ってるんだろうなと思います、自分の性格に。挑戦して面白かった瞬間が、もうやればやるほどどんどん欲が出てくるんですね、人間って。もっと上手くなりたいし、もっと知識を身につけたいし、もっと良い表現ができるんじゃないかとか、ヨガも歌もダンスもやっぱりお芝居にもつながる部分が絶対にあるし、ヨガとかめちゃくちゃパフォーマンスの向上に絶対意味があるなって確信しながらできるから、すごく、それもいいですよね。なんかもっと英語も韓国語もだけど、もっとできるようになりたいって思えることが挑戦して面白い瞬間かなと思います。できること自体もそうだけど、どんどんやりたいことがどんどん増えていくのがすごく面白いことです。自分自身について新しく気づいたことは、これ本当にそう。何かを叶えるためには、全てが完璧な環境とか条件で始められることとか揃うことっていうのは基本的にはないけど、それでも今の自分でできることを挑戦していくことの大切さと、
あとそういう時に、これが一番の気づきなんですけど、妥協をしてはいけないということです。なんか完璧な条件が揃うことは基本ないんだけど、それでも違和感がある時とか嫌な感が働く時は前に進まずに一旦ストップをして、これ本当に何事にもなんですけど、仕事云々っていうよりも人間関係とかもそうで、なんか違和感がある時とかってやっぱり初めの違和感、初めのゾワゾワみたいなのを見逃さないことが本当に大事だなと思いました。大体当たってる。これが外れたこと私ないです。本当に人間関係とかもそうだし、いやでもそれは私の偏見かもとか、あれそれはちょっと考えすぎかもって、なんか心が感じてることを無視して進めて大事故みたいなことが今年は結構多かったので、もっと自分を信じることに気づけた。結局やっぱ誰もがそうだと思うんですけど、自分の中にしかやっぱ答えてないんだなっていうことですよね。それに気づきました。失敗や困難から学んだことは、失敗とか困難が私に新しい問いとか、本当に願ってること、本当に必要なこととか、自分が本当に良くしているものに対する気づきを与えてくれるんだなっていうのを感じました。誰と何をして生きていきたいのかみたいなこととかも、失敗や困難があるからこそ常に自分に問い続けて見えてくるものなんだなって思いました。今年一番幸せだったことは秘密です。これ一番幸せだったこと、自分自身のケアをして満たされながら、そのいい影響を人と交換し合えることですかね。感情の中で自分が大切にしたいと思っていることは、何を選ぶにしても人と比べたものとかだったりとか、人がいいっていうものじゃなくて、自分の本心から心からのもの、本当に自分の心が動く瞬間をもっと信じて、それに突き進んでいこうと思います。支えてくれた人や心に残った人との出来事はめちゃくちゃあります。今年いろんな人が、毎年助けてもらってるけど、でも今年本当にいろんな人が助けてくれて支えてくれて、遠くからも近くにいる人も本当にもう感謝してます。たくさんの本当にそういうつながりを感じる一年でした。誰かに与えた温かい気持ちや行動、YouTube に今一つ一つにとても思いを込めて作ってる。うまくできてるかわかんないし、いっぱい間違いもするし、失敗もしてたりするんですけど、後から見たらごじってるとか、何この編集とか思うこともあるんですけど、あとよくこの歌の感じで出せたなみたいなのもあるんですけど、でもその不完全なものを積み重ねていくことでとか、今の自分を出していくことで成長も見えるし、気づきもあるし、その飾らない私自体を見て何か感じてくださったんだなっていうのを、皆さんのコメントを見てたら分かる瞬間があったりとか、実際友達とか知り合いとかからもすごい素敵なお言葉をいただくことが増えたりとかして、そういう時にやっぱり表現したい人間としては、そうやって誰かに自分の思いとかが伝わったんだって実感できるのは本当に嬉しいし、ありがたいことです。こちらが今後も大切にしたい価値観とかは、これからも挑戦していくこととやめないことですかね。あと自分のその心に従うこと、その部分は曲げずにこだわり抜きたいと思います。あと肩の力を抜いて呼吸をすること人に頼ることですね。人に頼ることって難しくないですか？でも人に頼れるって結局自分のことも信じてるからなんだなっていうのがやっと分かってきた気がします。来年も続けたい習慣や、来年のことです。ここからが続けたい習慣や挑戦は、
英語、韓国語などの言語と読書ね。読書子供の時から好きで、ずっと続けてはいるけど、一瞬ちょっと空いた時期があって、またすごい読んでるんですけど、言葉が増えると、言葉をいっぱい取り入れて増えていくと、なんかやっぱり思考の整理とかもしやすくなって良いと思います。あと食事と体についての学びは続けていきたくて、時間が取れるかわからないけど、今食事にもうちょっとフォーカスや体の動き、どっちもやりたいんですけど栄養学もちょっと勉強したくなってきて、本当にあなたはどうするの？栄養学もちょっと勉強したいです。やっぱ体が資本なんでね。で、ヨガトレーニング、歌、ダンス。で、ちょっと前コメントで書いてくださった方がいたんですけど、文章書くの得意だと思うから文章書くお仕事もやってみたらって言ってくださった方がいて、私文章書くの得意な自分で得意だと思ったことなかった。なんか感情しか書けないじゃないですか、私って。でも一回ちょっと文章を書くことは続けていこうかなと思ってるので、なんかそういうブログじゃないけど、何かやりたいです。で、来年の自分に期待することは、恐れず果敢にトライしていくぞ。欲しいものには素直に、自分の欲望にもっと素直になって生きていくぞ。ファイトっていう感じです。はい。ジャーナリングこんな感じなんですけど、皆さんどうですか？皆さんもやってみてください。私はなんかわかんないけど、結構前よりも明確になってきてる気がします。自分の思考もそうだし、何かあった時の解決策もそうだし、前は無理やり信じてる部分があったけど、やっぱ積み重ねることで自信も出てきたのかな。そんな感じを感じました。ジャーナリングやっぱいいですね。こんな感じで今日のジャーナリング動画は終わりにしたいと思います。また来年も楽しく幸せな一年にしていきましょう。私も来年こそはもっと挑戦する姿を見せられるようにしていきたいなと思います。なかなか作品、ドラマとか映画とかの作品で皆さんの応援に応えることができてないことがすごく心苦しくはあるんですけれども、こればっかりはタイミングとかもあるし、自分がオーディションに全然出してないからダメなんですけど、ダメじゃない。こだわりに行きたい部分なので、ちゃんと、できる時が来たら、皆さんにご報告できるように頑張っていきたいなと。何言ってんのか分かんないや。皆さん本当に今年も1年ありがとうございました。ずっと私が日本語で話してるのに字幕で見ていただいて、コメントもたくさんいただいたり、いいね、高評価してくださったり、本当に励みになってます。一緒に来年も頑張っていきましょう。はい。でも何よりも健康で幸せでいてください。それではまた来年もお会いしましょう。良いお年を。今年1年お疲れ様でした。